説のくのいち綱手様のような強い忍者になりたいな。答えたくない。たとえ忍術や幻術は使えなくても立派な忍者になれることを証明したいんです。それが僕の全てです。いい目だ。おい、聞いたかよ。今度の中忍試験5年ぶりにルーキーが出てくるって。まあいずれにしてもかわいそうな話だがな。行けおっさん。忍術や幻術が使えない。だからこそ体術のために時間を費やし、体術のために努力し、全てを体術だけに注いできた。たとえ他の術はできぬとも、あいつは誰にも負けない体術のスペシャリストだ。いかに努力したところでお前に俺は倒せない。これは決まっていることだ。そんなことありません。そんなことネジ、君を倒すとっておきの技だけど特別見せてあげます。裏連携。お前に2つほど忠告しておく。なら寝苦しい他人の応援などやめろ。所詮落ちこぼれは落ちこぼれだ。変われなどしない。発見2丁4丁8丁16丁32丁64丁。書拭い落とせぬ韻を背負う運命がどんなものかお前などに分かるものか。宗家を守る分家が試験だからって日向をあんなにして、本当はお前だって運命に逆らおうと必死だったんだろ。俺が火影になってから日向を変えてやるよ。運命がどうとか変われねえとか、そんなつまんねえことメソメソ言ってんじゃねえよ。お前は俺と違って落ちこぼれじゃねえんだから。父上、人の運命とは雲のように決められた流れの中にただ浮かんでいるしかないものなのか、それとも自ら選んだ流れに乗ることができるものなのか、まだよくわかりません。ただ後者の生き方を選ぶとき、人は生きる目的に向かって頑張れる。そしてそれを持つ者が本当に強いのだと、この戦いでやっと分かったような気がします。しっかりしなさいよくのいちだからじゃないわ。単にあの二人がぬるいだけ。戦いに男も女もないんだから。総勝流。手術が成功する確率はよくて 50%。 失敗すれば死ぬ。人道を失うようなことがあれば生きてはいけないようなバカさ。俺もお前も手術を受けろ、リー。万が一、いや1兆分の1失敗するようなことがあったら、俺が一緒に死んでやる。お前に会った時から俺の人道はお前を立派な忍者に育てることだった。約束だ。ガイ先生。
負けるわけにはいかない。俺よりもはるかに強い敵だろうと、この身が朽ちようとも負けるわけにはいかない。負けられない理由が俺にはある。俺が今までに戦った全てのものの中で一番強いやつが俺にこう言ってくれた。お前は俺と違って落ちこぼれなんかじゃないとな。この発想風何八手空城仕込み逃がした。朝クジャク青春フルパワーでファイト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 負けにファイトさあ自分自身を倒さぬ限りナルト君たちの援護にはいけない。僕らが奴らに会う前の自分より強くなればいいだけのことです。昨日の自分より強く。はいその言葉を胸に厳しい修行に耐えてきたはずです。昨日の自分より強く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 。青春フルパワーはっけ働き装具天差隊コノハ大戦果押す。うざ。そうか修行ですね。いやこうなったら早いぞネジ断る。逃がしたー。いいもの拾っちゃったけど誰の落とし物だろう。なんか猛烈にチャクラの消費が激しい気がするけど、今はそんなの気にしてらんないよね。白眼どうして俺にそこまで命をかけてまで俺に。お前に天才だと言われたからだ。父様やっと分かったよ。仲間を守るために死を選んだ父様の自由の気持ちが。それは新たな青葉の養分となるのだ。そして青葉が芽吹く新たな春へとつなげる時こそが青春の最高潮真紅に燃える時。悲しくなんかありません。覚悟を決めた男を前に哀れみも悲しみも侮辱になります。八門遁甲第六啓門開。僕は6問までしか開けません。今ほど自分の力のなさを呪ったことはありません。正義
このチャクラ認めてやろう。体術において俺の戦ったものでお前の右に出る者は一人としておらん。このマダラがお前を最強と呼んでやる。いよ